友好って言いつつも、下手に出てるふりをしながら上手に立って交渉して勝っていくっていう方法。僕はこれ非戦と呼んでます。私たち沖縄の人間、例えば今僕とあやねさんと2世代いますけども、あやねさんの世代はさすがにもうないですが、僕らの世代までは中国、アメリカ、日本ってなった時に、私たちの中でどれが敵かっていうと日本です。なぜかというと、アメリカはアメリカ統治時代、僕4歳までアメリカでしたが、一番沖縄の華やかで楽しかったのはアメリカ時代です。食べ物が溢れて、外人さんたちも優しくて、緩くて、だけどみんなで頑張ろうぜっていう空気いっぱいありました。日本復帰して日本が入ってきてからが、日本のやり方を聞け、お前たちのやり方は間違ってる。方言やめろ。それダメだ、これダメだっていうふうに厳しく統治してって、日本的文化を村に押し付けたんですよ。だから、そういう意味では、戦争中もそうでしたし、まあいつでもそうですけど、私たちの感覚からすると、日本本土の人の圧力の方がきついです。未だに。で、中国や、もしくはアメリカの方が沖縄には優しい。そういう印象は持ってます。僕らの世代より上は。今 YouTube 見てる僕と同じ世代の上の人たちはみんなうなずいてます。そうだそうだ。実際にこれは皆さんネットで見てください。僕が20歳の時に、ラジオ沖縄で、その当時有名だった高良茂さんっていうすっごい人気のある DJ がいました。彼が提唱して、今度のことをナイチャーって言います。内陸の人、ナイチャーって言いますけども、ナイチャー撲滅運動っていうのをやりました。メディアがだよ。飛行機で本土の人が降りてきたら石を投げろ。そうでしょ知ってるそれ？知らない。やったんだよ。で、未だにニュース残ってます。それを誰も止めなかった。ダメですよね、そんなことしたら。でもそういうことはダメってみんな分かってるの、沖縄の人は。分かってても、しょうがないよね。っていうぐらい、ありなれなかったんです。まあそこに対して、今、沖縄県と日本が、今の若い世代がそういうふうにならないっていうのは、一番やっぱりそこに対して、格差をなくしてくれたのは野球ですよね。高校野球。沖縄水産。これがすごい準優勝したり優勝することによって沖縄の威厳を高めてくれた。そして、興南高校ももちろんそうですよ。富商高校もそうです。そして、次はスピードっていう沖縄のアクターズスクールのグループ。これもすごい席巻した。そして何よりも一番すごいのは安室奈美恵ちゃん。世界に行けるぐらいのダンス力で沖縄の凄さをやってくれた。そのことによって薄まってるんです。で、沖縄の人たちの凄さっていうのは、じゃあ、僕らの世代、まだ50代の人たちは大嫌いですよ、日本のことは。嫌いだけども、嫌いだから喧嘩するっていうことをすると、沖縄県損するんですよ。なぜか。喧嘩することによって、日本から大量に入ってくる助成金、補助金がもらえなくなる。そんなことよりも、喧嘩はしてなくとも、ね、仲いいふりをしてればお金もらえるよね。で、仲いいふりをして、僕たちいい人ですよ、観光列圏ですよってやっとけば、うまくいきますよね。だから仲良くしてるんですよ。でも実際じゃあ、基地の問題で政府が話をしたときに玉城デニー知事とかすごい勢いで反対するじゃないですか。あれが本当の沖縄なんですよ。これ何が言いたいかっていうと、沖縄の人のこれうまさなんです。僕はこれ非戦と呼んでます。反戦っていうのは戦争しません、戦いをしませんっていうので戦うんですよ。矛盾ですよね。非戦っていうのは戦いがないんですよ。争わない、友好って言いつつも、下手に出てるふりをしながら上手に立って交渉して勝っていくっていう方法。これは今後ね、この沖縄の考え方は、間違いなくウクライナ、ロシア、イスラエルの中でも必要なんです。これヨーロッパ人知らないんですよ。もしかしたら他の国々も知らない。なんで沖縄だけ知ってるか。沖縄だけすごく世が変わったからです。もしも沖縄がその考え方をしなければ、フィリピンのようになっています。フィリピンも軍事基地ありましたからね。フィリピンはまっすぐ自分たちの主張をしたんですよ。嫌なもの嫌って言ったんですよ。だから今の形の経済格差になった。沖縄県はどんだけ得られても、未だに基地を置かれて、日本の盾になっても、私たち日本人ですよって表面上できる。だから日本から補助金もらえるわけですよ。どっちの生き方がいいですかってことです。これね、私たちだけで考えたら、
なんだ、沖縄の人ってずるいじゃんと思うでしょ。違う違う。ヨーロッパの中にも今、小国の間に挟まってる沖縄みたいな国いっぱいあるんですよ、実は。どこの国とも言えないような。そういう人たちが次難民化していきますよね。そういう人たちが沖縄の人のこのやり方を覚えて、あ、そうか、ロシアの言うこと聞いとけばいいんだ。嫌いだけど、いや、好きですよ。まさにウクライナそうですよ。好きですよ。合わせとけばいい。プーチンに合わせればいい。ああ、どうぞどうぞ。そこ使ってください。港使ってください。いいですよ。もう何でもやります。だけど、お金ください。いろんなことやってください。そうだね。もう、他のところよりも、これ分校出しますから。ね、5倍ください。もしウクライナがやってたら、もっと発展してたと思う。ね、僕はやり方知らないんだと思う。だって、だからデニーさんは中国行って、YouTube が崇められ、はい。で、ちゃんとおもてなしをされるわけですもんね。そうなんです。だけど、そこを説明しないの、デニーは。デニーダメだよ。僕、デニー友達だから。一応3ね。デニーさん。ダメだよ、デニーさん、それ。ダメです。でもそれは、はっきり言うけどもね、デニーさんが僕みたいな説明をしてやるんならよかった。で、そういう説明ができた人もいるのよ。そのデニーさんの前の太田知事はやってたんですよ。本も書いてた。そうだよね。沖縄独立論っていう本を出しました。ただ彼の場合は病気で亡くなってしまったから、パフォーマンスができない。ね、道半ばだったよね、本当にね。彼がもしも健康であれば、僕はノーベル平和賞を取ったと思うよ。そのぐらい動きをしてました。もちろん、もう沖縄の中にはね、そういうことに反対する人たちもいるから戦ってましたけど、僕は基本的に今喋ってる話っていうのは、僕らの世代の今見てる人たちは全員うなずいてると。そうだそうだ。好きじゃない。好きじゃないけど、嫌いっていうのもおかしいでしょ。そう、だからこそ沖縄ってあれだけの基地に囲まれ、その中で雇用がとんでもない確率で生まれ、一番沖縄の中で安定して、高給取りが米軍の中で働くことなわけじゃないですか。そうですよ。なのにまた反対とか、いろいろね。やるけど。表向き反対しなきゃいけない。そうなんですよ。それは日本本土からお金もらってるから。ね。一応形上はやります。反対じゃないですよ。ウェルカムですよ。本当です。だってアメリカ独立記念日、私全部アメリカに。中に入ってみんなで騒いでます。そうです。お祭りしてますよ。お祭りしてますよ。その日だけ入れるんですよ。そう。独立記念日に合わせて入れる。入れる。そこで PX にいろんなもの買えるんだよ。そうです。免税店で。ほんとそれ。おかしいよ。買っちゃいけないの、ほんと。入れるの。入れるの。そう。入れるんですよ。楽しいのよ。楽しいのよ。だけど、その5日後に今度は基地方行ってみんなで基地囲むのよ。囲んでるの。全員で。どう県民だよね。だからこれが視点なの。そこの中にいろんな大義名分をつけたり、流れをつけることによって、例えばアメリカ反対だからアメリカに関していつもこうしますってやらなきゃいけないよっていう考え方が今の世界の考え方の古さなんです。いいですか？アメリカ基地の中でみんなでイエーイってやって、わーってやったって4日後にアメリカ反対ってできる人たちが非戦なんです。これをおかしいっていうふうにみんな考えるのよ。4日前に沖縄ね、こんなふうに反対してたのに、今度は4日後にはウェルカムか、お前たち筋が通ってないっていう考え方に縛られてるから、各国全部苦労するんですよ。ウクライナはそうですよ。僕特にウクライナはそう言いたい。軍港なんか上げろよ、別に。上げていいですよ。その代わり、ビール立ててもらえよ。その代わり、シェールガスの入り口、パイプライン引いてもらえよ、そこに。いろんな経済作ってもらえばいいじゃん。プーチン飲みますよ、すぐ。そんなの、プーチン、欲しいなら軍港。そこないと攻められるんですよ。はっきり言って。ね、だから取りたかったわけですよ。こういうことすれば人も死なずに、ね、プライドを一回上げたように見えるかもしれないけど、そんなプライドなんかいらないですよ。これができるのが沖縄県の人なの。琉球人なの。そこを理解した上で、沖縄の人と付き合えば、みんなわかるわけですよ。いいですか？玉木デニーさん。含めて言いますよ。本土の人なんか全く相手にしてませんよ。はっきり言って馬鹿にしてますよ。こいつは馬鹿だとしか思ってませんから。合わせてればいいと思ってるの。だから、ああいう発言するの。ニュースになったらこいつなんで馬鹿なこと言ってんだ。違う違う。馬鹿にしてるからです。なるほど。だからちょっとでも相手してたら、相手してなあかんじゃないですか。ね。多分彼が見てるのは日本じゃないですよ。中国ですよ。だって次間違いなく中国の時代が来るから。日本と中国どっちが強いと思ってんの？経済的に。中国ですよ。中国が本気になって台湾取ってきたら、中国と仲良くしてない沖縄どうなりますか？僕だ、中国ですよ。習近平さん、中国です。そうだね。
じゃあ君たちも一緒に台湾取ろうか。台湾も中国です。みんな言えば、繋がるんですよ。ね。社会国家にならないですよ。もともと中国は共産圏社会国家ですよ。でも、その当時の琉球国は社会国家じゃないですから。こういうふうに考えられるのがアジアですよ。もっと言ってしまえば沖縄的な発想を理解しているのが中国ですよ。だから、中国にしても沖縄にしても、いわゆる日本本土は理解できないんですよ。でも、その考え方を理解してるのはプーチンじゃないですか。ね。もっとアメリカなんて白黒しかないから、もっと理解できないわけですよ。これからの時代は、この非戦っていう考え方、戦うわけじゃなくて、相手に合わせつつ憎くても、人を恨まない。状況は仕方ない。だけどその状況をどう利用するかってことを考えていくことが大事。どっかの回にも話をしましたが、僕ら3人は、この話を映画にします。そして、ヨーロッパで上映してもらいます。そのことによって、有名に僕らはなります。なぜかというと、有名にならないと意見聞いてくれないからです。そうです。で、私たちは、この映画を持ってヨーロッパを回ります。そしたら絶対どっかの国は僕らの話が分かって、そうか。だから沖縄はそうなってたんだ。だからタイやベトナムよりも先に行ったんだ。やばい。ミャンマーなんて日本だったのに、未だにビルマーなんてね、言われるようなとこなのに、石しかないのに。沖縄なんてサトウキビしかないですよ。そういうところが、この経済大国、くっついて一緒にいられる理由ってそこなんですよ。それが分かれば、ヨーロッパの小国も、ドイツにもフランスにもどこにもくっつけられるわけですよ。下手すると、もっと EU の大きいところにも行けるかもしれない。イギリスみたいにフンってやってるところに対して、フンなんてやらないでくださいよ。もうブリティッシュ格好最高、最高、最高ってやってればイギリス人仲良くしますよ。今ね、分かったね。そういう映画を撮りたいんだ。そういう映画撮りたい。そういう映画撮りたい。やっと分かった。それが撮りたい。そういうことをやってきてるから僕らは。思いついて喋ってることは、聞いた人たちもそうかになるの。哲学だねってなるの。違う。俺たちは実践してきたの。ナイチャー撲滅運動したんですよ、俺も。石投げてないですよ。一応、賛成っていうふうに思ったんだ。賛成って言いました。嫌いですって僕も言いました。好きじゃない。でも私はもちろんそのニュース知らなかったけど、でもやっぱり内地の人と比べて私たちは劣るって。そう。別に何か比べたわけじゃないんだけど、すごい劣等感っていうのは持ってた。ないでしょ？無意識に。いや、劣等感植え付けられたの、日本。そう。私たちは。すごくそれはあったと思う。だって考えてみて。違うんだよ、国が。教育の形も違うんだよ。そうそう。ね。だってそういう教育も違うの。いきなり統合してお前たちダメだよなって。例えばフィリピンといきなり日本を統合してお前たちダメだよなって言ってるのと一緒でしょ？ダメじゃないじゃん。別に。その生活圏の中で成り立てたらいいわけですよ。それをいきなり、いわゆるいろんな国とね、輸出やってて儲かってる国とくっつけて、お前たち学問おかしいなって言ってるあんたたちがおかしいんだよ。はっきり言わせるけど。でもそれを言って、俺みたいに言って喧嘩になったら誰が協力してくれます僕に。だから、沖縄いいとこですよ、メンソーレって言った方が良くないですか？間違いない。これとっても大事なんですよ。それは、決して沖縄の人のことを変に思うかもしれないけど、違います。これ最先端。てか、生きる術だよね。生きる術です。これが。もう、独立記念日になったら騒ぐ。あ、そうです。4日後には基地放出する。それぐらいの考え方、気概がないと、今の時代って渡れません。で、この気概がある国は戦争しないんですよ。そういう映像を撮れるのは僕と翔子さんとあやねさんしかいないんですよ。あやねさんはわからない。だけど血は流れてる。半分僕の血は。で、翔子さんもわかる。僕もわかる。そういう僕らがちゃんとドキュメンタリーを撮りながらアメリカまで行ってアメリカの人と話もする。で、日本の政治家とも会って僕文句言いますから。あんたたちこうしたんだよ。今までの政治家たちが反対してきた理由、知事が理由はこういうことだよってことを僕、参議院会館まで行きますよ。衆議院会館まで。予約して自民党の人に会いに行きますよ。そういうのも映像を撮ります。それを世界中の人に見てもらうの。どうこれ。よくない？すごいね。いいでしょ？皆さん、一緒に行きませんか？これやりません？みんなでアメリカ独立記念日、アメリカ入っちゃおう。誰でも入れるから。そうだね。楽しいよ。ねえ。フィーバーだよね。フィーバーよ。風邪どこでも行けるんだよ。まあね、ダメなとこもある。ダメなとこもあるんですけど、ちゃんと。ダメなとこある。絶対入れません。絶対隠してるとこあるから。はい。
でも普通に走れますから。はい。一応走れるね。普通に車で走れますから。はい。楽しい。うん。で、アメリカ人の本質に触れるし。うん。俺だって一回入った時シンディ・ローパー来てたもんね。来てたね。うん。中でタダで見れるんですよ。うん。MC ハマー、もともとカナダ騎手の人ですから。ああね、そうらしいよね。そこでずっと踊ってましたよ。ねえ。いや、すごいですよ。そういう考え方、すごく大事だと思うし、僕らは幸いにしてアメリカ隣にいたし、日本が隣にいたし、中国が隣にあるし、台湾は友達だしっていうところの民族なんで、一番これが言える、最後の僕世代だと思ってます。そうだね。姉さんの世代は言えないんですよ。僕は言える。で、経験してきた。で、実際に社会の中で、本土とも喧嘩しながらも、僕は仲良くして今本土で活躍してます。アメリカともガチャガチャしながらも一緒にビジネスして儲けてます。そういう私が先頭に立って翔子さんとあやねさんと一緒にやりますから、ぜひ皆さん、これ、世界平和これですよ。ね。これからのピースはこれなんですよ。ああ言えばこう言うですよ。間違いない。で、こうね、こんな感じで。こう言えばああ言う。毛玉にとって。毛玉にとって、常に頭を下げる。はい。いいんです、いいんです、いいんです、いいんです。その代わりっていう。これは大事。今、ハルさんの目を目力アップでお願いします。いいんです、いいんです。その代わり。これですよ。これ大事です。大事ですよ。このテクニックをね、皆さんに伝授します。あれさんどう今の話聞いて。でも、まあそういうことだったんだと私も今、納得して。あれ、ちょっと説明したいとか分かってなかったの？全然。そう、だから、そう。何の映画撮るんだろうって。この映画だよ、この映画。大事じゃない？大事。で、それを皆さんがヨーロッパの土地が、イェーってなったら、俺たちにヨーロッパ中回って講演しなきゃいけない。歌を歌わなきゃいけないの。そういうことしたいわけ。最高。それがいいよね。そのための映画ですよ。やっと分かったそうだ。伝わりました。伝わりました。おかげさまで。ずっとこの間も椿だし、一生懸命ジョジョインで喋ってたんだけど、分からなかったの。はい。あ、眠かったから。いえ。だし、なんか、特殊な価値観っていうのを分かってなかった。私たちの価値観？はい。特殊ですよ、これ。普通だと思ってたから、私。日本では多分トラブルメーカーだよね。そう。日本で僕トラブルメーカーになっちゃうんですよ。だけど、僕のやり方って、向かっていく方向ははっきりしていて、そのためには、このいわゆる手段、まあ、ここで言う手段を選ばないっていうやり方ですよね。になっちゃうかもしれないけど、僕は向かっていく方向のためには、あらゆる手を使いますよ。国際的な。だから行くんですよ、必ず。ね。行ける。で、二人もそうですけど、俺がニューヨークに行くって言ったら何か始まるってすぐ言います。そのぐらい多分僕しか使ってないかもしれない。沖縄の人間の。もしかしたら、こういうやり方することは、本土では恥だからできないと思ってる沖縄の人もいます。違います皆さん。どんどん使って。人騙したりとか、に不利益を出すとダメですよ。それは詐欺です。ウィンウィンだからね。そう。僕のやってるのはウィンウィンなんですよ。相手に5勝たせて自分が50勝つだけです。間違いない。これとっても大事ですよ。でも場面によっては相手が50でハルさんが5の時もある。ありますよ。やっぱり。いつも勝たない。そう。いつも勝たない。大事な時だけ自分が50取るんです。ほんとそれ。これはでもね、日本のテレビ業界とかで、いろんな職場ともやれる人はやってますよ。でもそういう人たちは悪く言われるんですよ、必ず。でも悪くないです。これ世界的な方法なんですよ。絶対。一番早いしね。一番早い。ただそれやってる人の中に良心がないとダメ。その人がちゃんと良心を持って、正しい哲学を持ってれば最後は理解される。そうだね。僕最初はトラブルのいろんな人と。だけど、最後はみんな納得するから、僕と付き合うと何十年も付き合うんですよ。で、それが大事だと思う。間違いない。だから新しい価値観考え方として、僕はやっていくんで、一歩間違ったら、それ詐欺じゃんとかね。結局騙すんでしょって思うかもしれませんが、そこを見るんじゃなくて、人間っていうのは取り合いをするから、人間って利益をやっぱり人よりも多く取ろうとするでしょ。そういうところの性質を理解した上で取ってください。取ってください。でもこれは僕にくださいっていうことは、交渉なんですよ。ある意味トランプさんより僕らの方が上手いですよ。そこは。トムさん分かりやすいだけだから。あの人はね。面白い。面白いね。あなたやりません一緒に。はい。映画の最初あなたが出るんで。もちろんです。なんかちょっとね、やんわりさせたいところはあやね投入して。透明感から始まりたい。俺が出たら。どんどんどす黒くなってた。俺が出たらどす黒くなるから。間違いない。今の話はね、いっぺんに聞いて分かりづらいかもしれないんですけども、ことに触れて、こういう哲学はもうちょっとまとめながら、皆さんにいわゆる生きるためのスキルとして教えていきたいんで、ぜひ今後もお話しさせてください。私たちは、まずはニューヨークで頑張ります。だからぜひ皆さん一緒についてきてください。
Close your eyes もう大丈夫さ Close your eyes 静かに目を閉じて